ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢始まる TV。本日はですね、歴史について、本格的に語っていきたいと思います。昨日申しましたようにですね、阿波古事記の関係ですね、NPO 法人阿波国古代研究所ですね、笹田隆義代表の方からですね、新刊が出ましたと。帝都大和はあだったと。サンローダス研究所から出ておりましてですね、昨日、大垣書店に届いたという連絡がありましたので、取り急ぎ買ってまいりました。2200円プラス税ということですね。ちょっと高いかもしれないんですけれども、なかなかこういう本格的に阿波古事記を述べている本というのは少ないと思いますので、おすすめであるということですね。全部は読んでおりませんが、ちょっと流れを見ましたらですね、基本になっているのはですね、道は阿波より始まると。昭和の時代に岩割大観先生が書かれたものがですね、土台になっているということですね。その前は高根清京さんや高根、三京先生ですね。確か、和則先生です。正則和則親子が語った阿波が程度であると。そこから岩割大観先生がですね、すべて、チェックしたと。私もですね、ただ、これを信じているわけではありません最初から信じたわけではありませんでですね、何度も申しておりますがですね、私の知り得るですね、八田烏の流れの方に、確認を取っております。ですから、まあ、間違いないと思います。で、私が、拘束される、4月8日拘束される1日前にですね、奈良の大きな神と書く大宮神社とですね、阿波のですね、大きな御礼の御に、和と書く大宮神社というのがあってですね、元はですね、元社はこっちの阿波の方であるということですね。大物主とは何かということで、これまあ、改めやと思います。同じです。大国主というのとですね。それで、何度か申しましたようにですね、大和と大山とは違うんだということですね。それでですね、この阿波の大和というのは、この倭国のそれで大きな和と書いて大大和と。で、昨日も申しましたようにですね、天正正法4年ですね、高原女帝によって、この任命のこの和からですね、南組の和に変えられたんだということですね。で、その4月7日の時にも申しましたようにですね、この大宮神社からですね、これは徳島市国府町、こうです。同じ国府と書いてですね、そこから矢のですね、すぐ近くの国府町のですね、天の岩戸分櫓姫神社ですね。これが卑弥呼の三捧であるということですね。で、大宮神社からですね、おばの宮というふうに呼ばれているんであってですね、印鑑を預かっていたですね、印薬大明神と。これが大国主のその天皇家の流れですよね。ということであるということですね。奈良のですね、大宮神社に私もですね、一度二度行ったことありますけれども、そこの逸話としましてですね、崇神天皇5年の時にですね、疫病が流行ってですね、河内の国から大忠猫を探し出せというふうに、お告げがあってですね、そして探し出してですね、祀らせたらですね、その疫病が静まったというふうな逸話がありますがですね、これは奈良の話ではありません。これも阿波です。
で崇神天皇というのは10代天皇ですね。これはどこにおられたかと言いましたら、吉野川の上流ですね。美馬市のあたりです。美しい馬と書きますよね。今、金城陛下も皇座地の時に、美馬市の方を訪れております。で、水垣の宮であったと。で、これは、南岸の方です。で、対しまして、北岸の方にですね、天の岩、大和大国玉神社というのがあります。これはですね、崇神天皇がですね、天照大神とですね、卑弥呼ですよ。それと、大国主の御霊を祀った神社であるということで、全国で唯一の神社だそうです。全く他にはありません。大大和の大野輪の神社とかそういうのは、こっち、木名に出てきたところですからね。元明女帝以降です。児童女帝までは阿波です。700年です。紀元後のですね。というふうなことを知らないければいけないと思います。それと、崇神天皇は、三巻入彦を、入江ですかね。陰影言うんですかと言われておるということでしてですね。これが、初めて、吉野川の上流に入っていた三好市とかそっちの方ですね。に入っていた天皇であるということです。神武天皇とそこが違うということですね。決して10代とか言うてますが、全然違います。崇神天皇は嘉賀天皇のお子さんのようですんで、嘉賀天皇の妃というのはですね、いかがし5名です。物部氏です。どういうことを理解しなければいけないと思いますしですね、大田種子はどこの方がどこにおったかといったら大田郷というのが阿波にありましてですね、味杉高彦年のですね、三崎が吉野川のところにありますんですけれども、その辺ですね。で近くに、鴨神社があります、鴨神社が。で、下鴨上鴨と京都にありますけれども、これを移したのは空海であるということですね。で、河内に大田種子がおったということですね。でしてですね、私が生まれました堺の方のですね、水液が出るところがそこにおったんじゃないかというふうに言われておりますが、これ嘘です。河内というのはですね、この神山ですよね。高間野原のところの、こう、どう言ったんですか、川の横からぐっと山の方へ入っていくというのも、佐那河内です。佐那河内がこれ、基本的に、河内というふうになってですね、その後、機内へ、場所とか呼び名ですね、を移転していったんだということですね。吉野川も、紀の川の上に行ったら吉野川言いますでしょ。あれは後からつけたんです。ですから、後醍醐天皇の吉野宮は、機内ですけれども、天武天皇の吉野宮というのはですね、天武天皇、人種の名も皆阿波の出来事ですんでね、もうここの近くであるということですね。水垣の宮の近くです。ということを抑えていかないとダメだということですね。大和大国玉神社というのはですね、火事の御門です。メロラですね、メロラ7本の3つついたのがあってですね、元駐日、イスラエル大使のエリコーヘンさんで、この方もレビですけれども、びっくりしたそうです。レビ族です。レビ族と日本ではインベと呼びます、インベ氏。神事を司るんですね。それと、特別な神事をするのが天皇家であるというふうですね。今の表の天皇ですね。で、裏にも隠れていると思います。いろいろ、また述べていかなければいけませんけれども、そういうことですね。ですから、大宮神社、奈良の大宮神社の逸話はですね、
阿波の大宮神社の逸話からですね、持ち込まれたんだということですね。ここの城南区でも、大国主を祀っております。表では大国主って書いてませんわね。八千北の神って書いてんちゃいますかね。八保護神社というところも穴足にありますけれども、近所陛下ご座敷の時に参られております。きちっと石碑が立っておりますからね。間違いないです。裏でも皆分かっております。紀元前からですね、こう流れ着いた、泡に流れ着いてですね、勢力を持って沖縄へ移っていったというふうなことです。近所陛下もユダヤのレビ族の流れです。ということで、ここまでにさせていただきます。祇園祭りですね。祇園祭りもユダヤの流れですんでですね、同じ、7月17日に、四木運行ですね、先祭りにしますけれども、剣山に、みこしを持ってあげるのも、これ7月17日です。で、南のスサノオノがですね、海を治めたという阿波のですね、獅子首ですね。私、おじさん、もう亡くなったか知りません。私知りませんねんけれども、小さい時、小学生の時に2回行ったことあります。そこの祇園さんもですね、三大祇園です。三大祇園というのはこちらの獅子首の祇園さん、それと布崎神社ですね。福山市ですから、広島のですね。それと京都の八坂神社と、これは三大祇園ということでですね、祭り、この福山の方の祭りは知りませんけれどもですね、獅子首の方の祇園さんの祭りも7月17日がメインです。小さい時、おじさんがですね、こんなちっちゃいお宮さんやけど、格式は京都の祇園さんと一緒やねんでっていうふうに私に言ってたのを今でも忘れられません。ということで、本日はここまでさせていただきます。長らくの発信できない、かったんですがですね、やっとできるようになりましたので、また一つ一つ本を読んでですね、伝えさせていただきたいと思っております。本日はここまでにさせていただきます。何度も申しますけれども、阿波で1000年、奈良で80年です。で、この長岡京で10年、その後、京都で1000年と、1250年ですが、今年ですね。約1000年ということ。これが基本であるということですね。阿波の歴史がわからない人はですね、大学で教鞭取るのやめた方がいいと思います。これ全部私、ヤタガラスに聞いてますからね、間違いないです。また、よろしかったら、笹田孝義さんのですね、帝都大和は阿波だったと、サンロータス研究所出版から出ております。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。どうもありがとうございました。